土屋義信さん、当時31歳。爆心地から 0.7km の猫屋町で被爆しました。土屋さんは当時広島憲兵分隊好きで司法と刑務の主任を務めていました。原爆投下の時は事務室で書類に目を通していました。土屋さんは戦後不動産会社を設立され、今も社長を務めています。6日の朝ちょうど8時ちょっと前に兵隊が呼びに来てですね、今海軍の兵隊が、来ておるからすぐ来てくださいということで、そこから又山で約2分ぐらいしかかからんのですが、8時7時45分頃ですか、そそくさと建屋に行って、事務所に座ったわけでありますが、でちょうど行きましたら、海軍の兵隊が5名と、一緒に連れてきた少尉とで6名で、私が事務室のここに座って、後ろがちょうど学校の2階のガラスの窓なんですが、でそのガラスもですね、最近近代的にできた国民学校でガラスの厚さも普通の厚さの3倍ぐらいあったんですけど、ちょうど8時15分ですか、兵隊が自殺した兵隊の、手紙やら遺書をですね、私が見取ったわけなんですが、何でも山口県の大島の出身の海軍の兵隊だとかって言って、方言で書いてあってですね、ところどころ意味が取れんのが、あったわけなんですが、それを戦友から、これはどういう意味だどういう意味だと聞いておった瞬間にですね、光線青白い光線がですねピカーッと来たわけなんですよ。それで、来ると同時にですね、私が伏せと言うてですね、私は机の手前に伏せるで、海軍も伏せたろうと思っておったんですが、一人はもう頭が割れるんですね、一人は鼻を怪我する、胸をやられる、5人とももう血まみれなんですよ。で海軍の少尉はですね、私と同時に机の鍵に伏せたのか、これは無傷の状態だったんですが、でもう海軍にもうすぐ帰れということで帰らして、私がですね、履いておったスリッパも飛ばされてですね、これは一体大変だと、その当時の憲兵隊の庭にですね、敵の爆弾が落ちたんじゃなかろうかということで、超過を履こうとしたら、超過の中にガラスの破片がたくさん入っておったんですけど、それをはたき落としてですね、超過を履いて、廊下に出ましたところが、もう廊下の階段に、当時の隊長田中大尉なんですが、それがもう四つん這いになってですね、もう死んでおったんですよ。庭に折れたところがですね、40名近い下士官兵隊がですね、庭をゴロ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 転び回ってるんですよ。暑い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 言うてですね、暑いったってもうどこも怪我も何にも見えんわけなんですよ。なんで暑いんだって言ったら、いや暑いです暑いです、それじゃもう暑いなら防火層に飛び込めと言ってですね、その声とともに20名近くのものが当時ありました防火層にですね、飛び込んで、20分経ち30分経つうちにですね、この腕とかあれば真っ赤にですね、ゆでたこみたいにもう真っ赤になってしまってですね、でさっきまで破れてもおらなかった軍服がですね、皆ボロ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 になってですね、でこの手の皮が10センチぐらい皆下がってですね、それがもう防火層の中に飛び込んで、手の皮を下げたまんま皆もう死んでおったわけなんですよ。それから今度、私が屋上に上がったわけなんです。屋上の
上がって暴浪に上がったわけなんですが、本当に小さい火がですね、3か所から新聞紙に火をつけたようなこの方が、3か所からちょうど東海地方面からポポポと出ておったわけなんですが、でこれはもう大変だと、うっかりするとこれはもう一面、火の海になってしまうぞということで、下に降りて、元気な者集まれといったところが7、8人、集まってきたわけなんですよ。でただいまから人命救助をやるということで、2人1組でですね四方に散らばして、私は今の猫江町の電車道沿いに田井の北側ですね、そこで人命救助に当たったわけなんですが、重傷者負傷者をですねこの学校の下に横穴があったわけなんですよ。幅3メートル、縦が学校の長さで約50メーターぐらいですが、鉄筋の立派な横穴防空壕があったわけなんですが、その防空壕の中に皆引っ張り込んで、入れたわけなんですが、そのうちにですね、東と西の防空壕の入り口からですね火の粉がもう入ってきたわけなんですよ。でこれはもうぼやぼやすると中も燃えてしまうぞと、それから外へ出てちょうど建物疎開をしておった畳がですね積んであったわけなんですよ。その畳で穴を2枚ずつ東と西の穴を塞いだわけなんですが、当時、もし何かあったならば、今の山手町ですね、山手町のに浅野元の浅野の殿様ですね、あれの墓地があるわけなんですよ。その墓地が我々の集合場所と決めておったわけで、その、山手町はちょうど山陽本線のですね、西側に当たるんですが、その山陽本線を、に行った時に、もうそれこそもうやけどをしたもう裸足でですね、上着ももう焼きただれて、それが何百トンなくですね、五日市方面に、鉄道線路を下るもの、それから広島駅の方面に、登るものですね、それがもう続々と行くわけで、もう一人もですねもう何の話もする人もなくですね、ただ黙々とその、もう裸足で歩いているわけなんで、髪の焼けたものですね、衣類はもうボロボロになって、男か女か見分けるには胸しかなかったわけなんですが、それらがもう何百何千と続いてですね、鉄道線路を下るもの登るものをおったわけなんですが、翌日の11時過ぎですか、私が、非常に、大が、気がかりなもんで、おそらくもう焼けておるだろうと、思いながら、タイに行ったわけなんですが、ところがそのタイがですね焼けずに残っておったわけなんですよ。これは残ったと、これは嬉しいということでですね、それから行って、木の蓋をした畳を剥がしてですね、中へ入ったところが、もうほとんどの方が、私の姿を見て、泣き出したわけなんですが、お前たちも助かったぞと、これから、元気な者はもう家に帰り、歩き者はもうタイの、2階で、寝なさいということでですね、60名近くが、そこで、ようやく助かったわけなんですが、戦争ですからね、我々軍人がですね、戦死したり負傷したりすることは当然なことであるけれど、本当何のも罪もない、純真なですね、市民女子供あるいは年寄り、これらをね、何百となく、殺してしまったと。やっぱりこんなもう戦争はですね、残虐であるから、もう戦争はもうどうしてもやめなくちゃいかんということなんですが。